初っ端からこれなんですよ。始まった瞬間にですね、ジブリ実験劇場というのができて、これは唯一なんですね。他の作品でこんなタイトル出てこないです。で、これが無音で音なしで5秒間、ジブリ実験劇場っていうのがドーンと来てですね。で、次にですね、イントロ開始です。ターン、タン、ターン。すいません、音楽、僕の口でお願いします。タン、ターン、タン、タン、あーっていうですね、コーラスやりながら、草原が映ってます。で、腐った鉄条網があって、美しい自然だけども、なんか立ち入り禁止な感じで鉄条網がもう腐ってて、後ろに不気味な建物があります。で、その次がですね、ちょっと超でかい。この辺りからフレームが、こういう風な感じで左へ行くと思ってください。画面がこういう風に流れていくんですけども、破棄された街ですね。なんかこう人気がない街があって、不気味なですね、後ろにですね、すごい巨大な真っ黒な建物がありますですね。で、やっとここまで行ってですね、タイトルですね、On Your Mark, チャゲ&アスカ。っていうのがですね、こうドーンと出てきます。で、巨大なトラックの運転席にチャゲとアスカが乗ってるっていうですね、こういうシーンからやっとタイトルが始まって、で、ここでイントロが終わってですね、ドン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 ってドラムスが入った瞬間に、こののどかな風景と逆ですね。いきなりですね、このポリスって書いたですね、飛行機がですね、何機もフレームにしてきて、こいつらが急降下していくんですね。で、そのまんまですね、トンネルに突っ込みます。猛スピードでトンネルに突っ込んで、さっきまでののどかな風景と違って、ドン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 ってドラムスが入った瞬間に、すごいスピーディーな映像になるんですよ。で、このトンネルを抜けると、いきなりですね、めちゃくちゃ怪しいビルが建ってます。God is watching you とか、神はお前を見ているって書いてあってですね。で、ここの目がですね、開いたり閉じたりするんですね。で、トンネル抜けたら、このビルに向かって一直線に飛行機が、突っ込んでいきます。で、ドーンってこのビルの窓をぶち破ってさっきの飛行機が突入していくんですけどもですね、ここまでがですね、そのイントロなんですね。歌が始まる前のターン、タン、ターンっていう音楽だけの部分でのどかな田園風景見せて、で、ドン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 っていうドラムスで飛行機が急に何機も飛んでいって、そしてあるビルに突っ込んでいって、で、バシャーンと突っ込んだらですね、この突っ込んだ瞬間に、そして僕らは笑顔とっていうですね、歌が始まる。このね、歌始まるタイミング超かっこいいんですよ。そして僕らはいつもの笑顔と姿でっていう歌詞でですね、バーンと突っ込んでいって銃撃戦が始まるんですけど、この銃撃戦がもう本当に完全に訓練された動きなんですね。で、警察じゃなくて彼ら軍なんですよ。もう本当に。そして僕らはいつもの笑顔と姿でっていう風に、もうね、いつもの笑顔と姿でという歌詞で、いきなり銃撃戦始めてですね。で、それに対して、新興宗教側はですね、防戦一方なんですけども、破壊力が違う、火力が違うと。警察の方が爆弾使ってるわけですね。で、なんで警察の方がガスマスクつけてるのかというと、突入するときに毒ガス使うからですね。突入するときに毒ガス使うという前提で突入していて、彼らはそういう、防備も持ってないからですね、どんどん押されていくわけですね。で、埃にまみれた服を払ったという歌詞すごいでしょ。そして僕らはいつもの笑顔と姿でっていうのは、彼らにとってこれが日常だということなんですね。彼らにとってこの人殺しが日常の世界で、埃にまみれた服を払ったって、これ埃じゃないですよ。血を払ったという意味なんですね。血がついてる服を着替えるのが毎日の日常ということで、このオウム真理教のサティアン事件とかそういうのが起こる前にこれ作ってるんですね。だから宮崎駿はそういうのを参考にして作ってるんではなくて、完全に自分の想像だけで、未来の社会ということはないですね。自分が描きたい世界はこれだっていうふうに書いてるんですよね。で、あっという間にですね、服を払った、おーっていうですね、このおーっていう部分でですね、爆弾がバーンと起こると。この音と絵の合わせ方も見事。さっき話した、そして僕らはって歌が始まった瞬間に突入が始まって、歌の間のおーっていう小さいシャウトのところでですね、爆弾が爆発して、爆炎がブワーッとこう右から左へ広がっていくっていう。めちゃくちゃかっこいいんです。で、この手を離せば音さえ立てないっていうので、このビルの周りにこの空中を飛ぶパトカーがですね、
もう10機以上飛んでいて、完全にこれ制圧されたっていうのがわかりますですね。で、ここまでをですね、一気に見せるわけです。で、落ちてゆくコインはという、これね、死んでる女の子なんですよ。女の子が、これこういう武装集団のカルト教団って僕らついついおっさんばっかりっていうふうに考えるんですけども、そんなことないんですよ。幼い女の子を見て、その女の子がもう大人向けのね、ダブダブの信者の服着てるんですね。大人の服しかないから。でもそんな年はもいかない女の子がそんな服着てて、その女の子が生きてるか死んでるかを確かめるために持ち上げて顔から落とすんですよ。落としたら動かないんですよ。それが、落ちていくコインは二度と帰らないというですね、歌詞。もうチャゲアンダースカそんな意味で全く書いてないのに、落ちていくコインは二度と帰らないっていうですね。で、二度と帰らないの部分が逆光で同じようにです。死体を一つずつ、今の女の子みたいにですね、一つずつ確かめてるんですね。生き残りがいたら撃ち殺すためです。生き残りがいたら撃ち殺すためにこうやって死体を一つ一つ確かめていくんですけども、あえてここに逆光にしてるのはですね、何かというと、警察側の非人間性を見せるためですね。こういうふうに逆光で入ってくる人間というのは人間味がないように見えるんですけど、これあえてやってます。で、ここまでですね、実は一番最初の無音の状態から、おーっていうですね、スキャットから数えて90秒しかないんですよ。わずか90秒。歌が始まってからですね、40秒しかないんですよ。そして僕らはからですね、ここまでで40秒しかないですね、A メロと言われるやつです。A メロ、B メロ、サビっていう風にですね、J-POP の進行あるんですけど、A メロ40秒までで、この信者のビルに突入して、ほとんど全滅させて、死体を確認するところまで行くわけですね。さすがの宮崎駿。で、そして僕らはいつもの笑顔と姿でいて、これが彼らの日常だと。埃にまみれた服を払った。血にまみれた服を着替えるのが、これが俺たちの毎日だと。この手を離せば落とさえ立てないで、これちょっとレベル2の方でここ説明します。で、落ちていくコインはというところで持ち上げた女の子の顔をゴトンと落とすですね。元のね、このオンイヤーマークっていうのは、この手を離せば落とさえ立てない、落ちていくコインは二度と帰らないってのは失恋なんですよね。どう考えてもチャゲ&アスカがその失恋の歌とか恋愛の歌みたいなものを歌ってるのに宮崎駿はこの残酷な歌をお話に仕立て上げてるわけですね。だから多分世界のアニメでも最も衝撃的な冒頭90秒だと思います。後のですね、エヴァンゲリオンの25話とかですね、あと、エア、真心を君にとか、ああいうののネルフ突入シーンですね、国連によるネルフ虐殺シーンっていうのは明らかに、この1995年の、宮崎駿のわずかこの6分40秒のアニメからすごい強い影響を受けてる。だって、それまでアニメでこんなシーン誰も書いたことないんですよ。それをですね、チャゲ&アスカの PV で、それも冒頭のですね、90秒でやっちゃうような、ちょっと頭のおかしいおじさんなんですけどもですね。で、B メロに入ります。B メロに入ってですね、君と僕並んでというところで、やっと事件が起きます。これ1分36秒のところなんですけども、奥の方にですね、羽の生えた女の子が見えて、そこでやっとチャゲ&アスカのですね、主役が登場します。君と僕並んでっていうふうに出てきてですね。で、夜明けを追い抜いてみたい自転車というですね、B メロの後半に入りますね。で、ここで女の子を確かめると、実はその女の子の背中に翼が生えてたんだ。ここ大事なシーンですからですね、覚えておいてくださいね。で、さっきの A メロがですね、40秒あったんですけど、B メロの方はですね、10秒ぐらいしかないんですよ。で、B メロは A メロの残酷な世界に対してですね、B メロの方はですね、そこに起きた小さい奇跡を書いてるんですね。その奇跡を書いてると。教団ビルの奥にですね、その翼の生えた少女がいると。その翼の生えた少女はひどい目に遭ってると。宮崎駿が言うひどい目とは何か。人間の否定だ。まず鎖があると。鎖に繋がれてる。ひどい。そして、コカ・コーラを飲まされてる。ひどいっていうですね。宮崎駿のですね、そのコカ・コーラ嫌いっていうのをですね、僕も知ってたんですけども、ひどい扱いが鎖がつけてコンクリートに寝かされてる。そしてコカ・コーラを飲まされてるっていうのはですね、もう、本当にね、空飛ぶ幽霊船っていう昔のアニメ見てください。映画のアニメ見てください。空飛ぶ幽霊船にはですね、ボアジュースという名前で隠してるんですけど、世界中の子供たちが、コカ・コーラを飲んでるおかげでですね、怪物に我々は支配されていて脳が溶かされていくというですね、メッセージがめちゃくちゃ強く入ってて、あの頃から無茶する人だったけども。
コカ・コーラブランド名まで書いちゃってるよっていう。なんてひどい拷問にやってるんだっていうふうにですね、宮崎駿は言います。で、ここからですね、サビに入ります。おいえーってなったら、急にオープンカーで走るシーンになるんですね。黄色いオープンカー。アルファロメオ・ジュリエッタらしいんです。ここがね、割と明るいシーンなんで、これからのですね、その予想、これからこういうお話になりますよっていうふうに、みんなに希望を上げるシーンですね。で、on your mark っていうですね、サビに入ります。サビ1回目はですね、明るい希望です。チャゲが立ち上がって、その女の子が翼を広げて、空を飛ぼうとするシーンですね。で、ちょっと女の子はですね、不安そうにしてるんですよ。私、飛べるかしらっていうのに対してですね、チャゲができるよっていうふうに励ますシーンです。こんな感じですね。飛べるかしらって不安になっている時にチャゲができるよって言って、腕でぐっと押し上げていって、女の子がちゃんと飛ぶっていうシーンですね。なかなかいいシーンなんですけども、これのシーン終わったらですね、パッと現実に戻るんですね。この現実の戻り方がですね、歌詞がですね、on your mark いつも走り出せばで、次は流行りの風にやられたになるんですよ。つまりサビがですね、やろうとしたんだけどもダメだったっていう歌詞になってるんですね。で、このダメだったっていうサビの部分で急に現実、俯瞰気味のアングル、真俯瞰からですね、ポッと現実に戻されるんですね。で、この部分はやっぱりこのイメージカットは現実には存在しないですね。その女の子を見た瞬間にチャゲ&アスカが、きっとこの女の子をこんな風に解放してあげるんだという風に見てる観客側に期待させるようなシーンだと思ってください。で、自分たちが憧れている黄色いイタリア車にですね、こんな可愛い女の子を乗せて外の世界に話してあげる。そんないいこと俺たちはできたらなっていうような願望だと思います。で、このシーンの冒頭からですね、すごい暗いシーンが続いてる、えげつないシーンが続いてるんで、観客はこのハッピーエンドに向かう映画なんだというふうに期待させられるわけですね。でも、そこで走り出せば流行りの風にやられるということで、現実に戻されてしまうわけです。で、サビリフレインです。女の子をですね、ここ中心でですね、抱えて抱っこしてですね、真ん中に向かって走っていきます。で、周りにですね、逮捕されてる人みたいなのが一切いないことに、注目しておいてください。これレベル2で説明します。on your mark 僕らが、それでもやめないのはというところで、チャゲが女の子に水を飲ますと、女の子が何度か口を開いてごくごく飲んで、二人ともちょっと安心したような、微笑みするわけですね。で、女の子がですね、救急隊員に助けられると。夢の斜面見上げて、って言ってる時に、結構厳重にパッケージされるんですね。女の子が防護服を着た奴らに囲まれて、いきなりですね、ジッパーを上まで上げられて、さらにこの黄色いフードみたいなもの全部に被されると。かなりえげつないほどですね、厳重な警戒されてるわけですね。で、病気なのかなと思ったらですね、夢の斜面見上げて、いけそうな気がするからっていうところなんですけども、女の子が飛行機に乗せられてドアが閉まると、この不気味なマークがあって、全部消えていくわけなんですね。いいことをしたつもりなのに、女の子まるで実験動物みたいな扱いを受けてる。なんでだっていうふうな、チャゲ&アスカはですね、やるせない気持ちになります。それでも二人はですね、仕事があるからですね、もう一回仕事に戻らなければいけないと。チャゲからですね、預けていた銃を受け取って、仕事の現場に戻っていきます。で、ここまでで1番ですね。A メロ40秒、B メロ10秒。で、サビがあって、このサビが終わるところまでで、2分40秒ぐらいですか。2分40秒ぐらいまでですね、ようやっと1番が終わります。で、こっからですね、間奏に入ります。チャーン、チャン、チャーンっていう間奏に入るんですけど、間奏のところはですね、その二人とも割とやさぐれてですね、そして僕らはそしてのところですね、コップを持ってる手が、ガタンというふうにですね、そのテーブルに置くんですね。コップを持ってる手がガタンと置く、このコップの音で、そして僕らはっていうふうに歌が入るとですね、もう本当にね、世界中のですね、PV 作る人が全員宮崎駿みたいに上手けりゃいいと思うんですけど、そして僕らはということで、ってこの日常に戻ってるのにちょっとドキッとさせるようなところで、2番に入るわけですね。助け出した少女はですね、病院に運ばれたんだけども、温かみを感じない。これでいいんだろうかっていうのが、これでいいんだろうかっていう悩みが、実はこの見送り秒数ですね。この見送っている秒数がですね、8秒ぐらいあるんです。かなり長い。
6分40秒しかないのにですね、8秒ぐらい見送ってるシーンがあるんですよ。それがこの2人のなんか心に引っかかってる。この心に引っかかってることをそのままにしちゃったので、ここから2人はですね、延々悩むことになるわけですね。安酒をカウンターにドンと置いて、そして僕らは心の小さな空き地でというところでですね、2人でやさぐれて酒飲んでます。絵コンテによるとですね、チャゲが食べてるのがですね、山芋のですね、千切りを酢漬けにしたものだそうですけどもですね、を食べてますですね。割り切れない。なんか、仕事をちゃんとしたつもり、女の子を助けたんだけども、なんか割り切れないよな、俺たちと言ってるとですね。で、そこでですね、ちょっと不思議なシーンになるんですけど、丸窓の外から見たアスカがですね、何か操作をしていると。計画が始まってるんですね。で、言葉の夕立というところでですね、チャゲはチャゲで何か変な怪しげな機械を作り出してる。ハンダ付けしてるわけですね。で、答えを出さない。それが答えのようなというところで、アスカの方はですね、パソコン操作して、ハッキングみたいなことをしています。答えを出さない。それが答えのようなっていうところで、ハッキングしてるアスカがですね、成功っていう。で、さっき変な装置作ってたチャゲもそこにですね、仲間として入ってくるですね。で、ついに二人は多分その女の子をですね、助ける道筋というかですね、システムを騙す方法を見つけたっていうのが、ここまでテンポになってくるわけです。つまり、感想があって、2番に入ってからは、A メロの間っていうのがですね、女の子を何とか助けたいということで、手短に二人が計画して、何とか計画ができたっていうのを描いているわけですね。で、ここからね、やたら早いんですよ。いつの間にかですね、二人ともですね、歩きながらですね、防護服をちゃっかり手に入れて、いつの間にかこの防護服を着て、後ろにはですね、もう本当に、さあ皆さん読んでくださいよっていうふうな感じでマークが出てるとですね。で、チャゲがさっき作ってた装置、これもそうなんでしょうけども、口の中にですね、ガスを入れて、で、ガスで殺すわけじゃないんですね。この防護服をパンパンに膨らませて、動けなくすると。かなりね、コミカルになってくるんですよ。これさっきまでの残酷な描写が、まるで嘘だったかのようにですね、急にコミカルになって、女の子をですね、検査している者たちを次々と倒すわけですね。君と僕すべてをって B メロに入った時に、この部屋の全員をさっきのガスで丸々と太らせて、奥の真っ赤な部屋に入っていきます。だからね、めちゃ段取りよくここら辺進むんですけど、ここら辺ね、コメディなんですね。ちょっと笑わせて、安心させようっていうふうなやつです。で、奥に入るとですね、この制御室がレーザー光線があってですね、もうバリアというかセンサーがいっぱい貼ってるわけですね。チャゲがさっきハンダ付けして作っていた装置で、このレーザーセンサーをオフにして、登って、もう本当に野蛮に上に登ってって猿みたいに登って、で、それでこの女の子を助け出すシーンになります。で、歌詞が書いてないんですけど、ここは、二人の OEA のところです。B メロが、鳴ってですね、二人がですね、女の子を抱きかかえて走ってくると。ずっとコメディですね。ルパンっぽいコメディだと思ってください、このあたりは。On your mark というふうにですね、サビに入ると、服をどんどん脱いで、チャゲがもうついつい笑っちゃってます。女の子はまだ包まれたままですね。On your mark と、溜めた後のサビですからですね。で、いつも走り出せばということで、トラックに女の子をですね、無理やり詰め込みます。トラックのタイヤがギュルギュルギュルっと回転してタイヤが遠心力で膨れ上がるシーンまで入れるんですね。で、膨れ上がるシーン入れてですね、このトラックが動き出すですね。まだルパンなんですけど、このあたりから全体アクションカットに入ります。で、トラック走り出します。トラックが外に出ます。これトラックがですね、逃げていくシーンがですね、今ここにトラックいるんですよ。On your mark のサビの2回目のリフレインですね。で、下から上に向かってカメラがパンアップしていきます。ずーっとカメラパンアップしていくと、この都市自体が実はドーム都市で地下都市だっていうのがわかるんですね。で、地下からですね、二人は逃げて、どんどん道が上へ登っていって、その果てに地上がちらっと見えると。俺たちは地上向かってるんだっていうのがわかるんですけど、この上に飛んでいる、なんかちっちゃいゴミみたいなやつ。これが警察の車なんですね。だから上まで行ってやっと逃げれると思ったら上からですね、警察の一番最初に教団を襲ったですね、そのヘリコプターみたいなロケット機みたいなやつが
何十機も襲ってくると、降り注いでくるというですね。ワンカットでかなりのアクションを説明しているわけですね。どんどんですね、上から警察の飛行機が降りてくるところなんですけどね、実はね、これかなりね、怖いんですよ。迫ってくるね、飛行機が割と怖くてですね。で、このコックピットの中の人もですね、見えるぐらいまで、クローズアップになるぐらいまで降りてきて、で、上から押しつぶすようにですね、自動車を襲うわけですね。二人を乗っているトラックを襲うわけです。で、二人のこれ見た目です。女の子が間にいて、コックピット、運転席にいるんですけども、お腹に回転のパトランプがついてるですね、そのヘリコプターみたいなパトカーがですね、上から襲ってきて、自分たちの体重でこのトラックを止めて壊そうとしてくれるわけですね。ぐーっと押し込んでくるわけですね。で、これをなくせないのは、夢の心臓をめがけてというところで、アスカがですね、もうこうなったらということで、やけくそでアクセル踏んで加速します。なんとか飛行機をやり過ごそうとするんですけどもですね、チャゲはずっと女の子を抱きしめています。で、上からですね、飛行機に押しつぶされて、トラックがですね、どんどん高速道路が壊れていく。いわゆるラピュタみたいな感じですね。ラピュタみたいな感じでなっていってですね、飛行機が壊れてドーンと爆発しちゃって、このトラックはですね、高速道路から落ちてしまうわけですね。飛行機に衝突して道路が崩壊します。で、落ちていくんですけども、落ちていった後でですね、4分18秒ですね。ここからさっきのですね、トラックが落ちるところまででサビが終わるんですね。で、ここから長めの間奏ですね。かなり長いですね、間奏が始まります。1回目のサビはですね、閉じ込められた女の子を大空に救出するっていうですね、いい感じのサビだったんですけど、2回目のサビはですね、後半の逆襲部を強調するためにですね、失敗なんだけども、見ろこの映像満載のですね、見どころ満載の映像っていう風な感じでですね、割と失敗する計画なんですけど、見どころいっぱい入れていますですね。で、かなり長い25秒続く間奏の間で、この自動車がですね、ゆっくりと落下していく。しかし落下していくこの運転席から、チャゲとアスカがですね、女の子だけを外へ逃がそうとしているのが見えるんですね。この辺がですね、見どころなわけなんですけども、女の子がですね、逃がそうとして、で、一生懸命ですね、アスカが、飛べよっていうふうに言うんですけど、女の子がですね、なかなか飛ばないんですね。チャゲの方も、頑張れ、お前飛べってこれね、無音シーンでやってるからなかなかいいんですよ。無音シーンで、サイレント映画みたいにですね、曲が流れてるだけでセリフ一切なしでやってるから、この二人のですね、優しさみたいなものが伝わってくるんですけどですね、俺たちのことはもういいから飛べって言うんですけども、この女の子はですね、手を離せないんですね。手を離せなくて、ダメっていうふうに言って、止めてるんですけども、これね、いわゆる女の子が落ちていくときに顔の方向が変わるのは、よく僕がニコ生で話すですね、上手下手進行なんですね。つまり、女の子が左を向いてる場合、下手を向いてる場合、状況を進める側なんですよ。でも女の子が上手を向いてる場合、つまりこの下のですね、右を向いてる場合、その状況を止める人になっているという意味なんですね。だから、落ちていくときはこちら向きなんですけども、落ちていく最中に方向がゆっくり変わっていくっていうのは、この女の子が一生懸命落ちないように止めようとしてるっていうふうなことを、表現してるんです。それをもう本当にセリフなしで表現するために、あえてここは女の子の方向を変えることをやってるんですね。でも、女の子は羽ばたいて二人を引き上げるわけじゃないと。この謎はちょっともう少し後で説明しますけど、こういうですね、作劇上というのかな、カメラ位置とかですね、俳優さんの向きで映像っていうのはですね、文法を作っていくもんだっていうのは、ちょっと覚えておいてください。で、チャゲとアスカ二人で、俺たちのことはいい。さあ、手を離してお前だけでも飛ぶんだっていうふうに言うんですけども、女の子は手を離せないわけですね。で、このままですね、残酷にですね、この自動車に乗ったまま、どこまでも奈落の底へ落ちていくわけです。最後も本当にここまで、このまんま画面の底の底までビューンって小さくなるまで落ちていくんですね。見えなくなるまでを落下します。もうこれ絶望という感じです。で、さっき話した通り、この間奏部分25秒がですね、めちゃくちゃうまいんですよね。歌詞ないからというのもあるんですけども、女の子はですね、とにかく何度か助けようとするんですけど、助けることができない。なぜか羽ばたいたりもしない。果てしなくトラックは落ちていくと。で、ここで終わりかと思ったらですね、シャウトが入るんですね。そして僕らはっていうのが入って、サビの3回目に入るんですよ。
A メロ、B メロ、サビ1回目来て、で、また2番の A メロ、B メロと来て、サビ2回目来て、で、長い目の感想がチャーン、チャン、チャンってなったら、シャウトで、そして僕らはって入ったと思ったらですね、もう1回サビの3回目が入ると。サビの3回目が入るとどうなるかというと、そして僕らはでいきなりですね、最初の方に時間が巻き戻るんですね。で、もう1回虐殺のシーンが出てきて、女の子を助け出すシーンがなぜかもう一回入るんですよ。で、次にですね、ハーシーリーダーセーバーで、女の子が空へギューンと飛んでいくイメージ。もう羽の色が銀色に光るぐらいの高い空まで飛んでいくと。で、これですね、マルチエンディングみたいなことを、そういうふうに説明する人も多いんですけど、ちょっとね、違うんですよ。宮崎駿はマルチエンディングという発想する世代の人ではないんですよね。マルチエンディングでもないし、エンドレスエイトでもないです、本当に。そういう時代の作家ではない。もっと意図があるんですね、明らかに。で、ハーシーリーダーセーバーで天使が上昇していきます。またですね、抱えて逃げるシーン、同じシーンがなぜか繰り返しますね。流行りの風にやられたっていう風になります。また同じなんですよ。on your mark それでもってなったら、また同じかと思ったらですね、これで終わりかと思ったらですね、なぜかいきなりですね、自動車のあちこちからロケット噴射があってですね、僕らがそれをやめないのはっていう風になった瞬間に、ロケット噴射がロケット銃のそこらここらから起こってですね、もう飛んじゃうんですよね、このロケットが。ゴーッと飛んじゃうどころか上昇を始めるんですよ。で、絵コンテ見たらですね、根性で飛ぶって書いてあってですね、もう本当に根性で飛んでる感じですね。どんどんロケットがこの地下都市を上昇してですね、上の方のですね、人が住んでる区画にドカーンと突っ込むところがありますですね。最上階近くまでロケット上昇で上がっていって突っ込んでいくわけです。いけそうな気がするからでですね、貧民街みたいなところのドアを2人で開けてですね、ようやっと女の子をお姫様抱っこして逃げるわけですね。この辺もですね、ルパンとかのコメディなノリです。で、サビがかかる3回目はですね、時間が巻き戻ってやり直しな感じでですね、絵コンテ見たら、永劫回帰って言葉が書いてあるんですね。永劫回帰始まるっていうですね。永劫回帰の意味が、後で語ります。で、トラックからロケット噴射で一気に脱出成功して、こっから先ハッピーエンドじゃないかと思われるシーンですね。で、この後ですね、いけそうな気がするからになったらですね、もう一回またサビなんですよ。急に二人ですね、高級スポーツカーに乗ってトンネルを走ってるんですね。で、注意、生命の保証しないっていうふうに、日の光に注意、命の保証はしないということで、やっとトンネルを抜け出してですね、逃げ出します。そうすると、外の世界にはですね、不気味な建物がいっぱいあってですね、流行りの風にやられたと。もうここでは3人とも脱出できてニコニコですね。まるで気持ちのいいハッピーエンドみたいに見えます。で、トンネルを抜けて外へ出るとですね、またはるか向こうの方に例の黒い不気味な建物が見えてくるんですね。エクストリームダメージってですね、もう壊滅的なダメージがあるぞっていうですね、注意報が流れます。で、またここで on your mark でリフレインになった瞬間に、また一番最初と同じですね、無人の街が広がってですね、で、不気味な黒い建物があるっていう風になります。で、ここでようやっとですね、女の子を励まして、さあ空へ飛びなさいっていう風なところ、シーンですね。一番最初から予言されたシーンにやっとね、繋がるわけですね。最初のイメージでは、チャゲに励まされて、女の子がですね、チャゲから押されるようにして飛んでたのが、この実際のシーンではですね、女の子が自分から飛びます。で、チャゲの手を握っています。で、後ろにはですね、この不気味な建物が見えたままですね。で、僕らと呼び合うための時の女の子のちょっと違う表情。絵コンテにはですね、少女、何か覚醒する、目が覚めるというふうに書いてあるんです。何かにハッと気がついて、下のチャゲとアスカをですね、優しく見下ろします。そうすると、アスカはイケメンでウィンクして、で、チャゲはですね、女の子の手のひらにキスをすると。キスがちょっと手のひらの側だっていうことだけちょっと後で、これ伏線になってますから覚えておいてください。で、この女の子はこのまま空を飛びます。絵コンテ見ると、眼光と書いてあります。狩りが行くと書いて、眼光と言うんですが、眼光というのは何かっていうと、いくつもの空を飛ぶ生き物が
追いつ追われつして飛ぶ様っていうわけですね。この自動車を追い抜いたり、自動車が追い抜かれたりしながら、この少女が飛んでいく様。これが眼光ですね。で、少女が上昇していくと、その彼方にですね、街が見えてですね、少女がね、青空へ飛んでいけばいいんですけども、ちょっと意地悪なことに真っ黒な雲が一瞬入るんですね。雲のがですね、白じゃないんですよね。真っ黒な雲が一瞬フレームインして、この女の子が行く場所がですね、希望がある青空じゃないぞっていうのを一瞬見せた後でですね、そのことを見てる人間にさっさと忘れさせるようにめちゃくちゃ綺麗な白い雲と、その青空ですね、コバルトブルーの青空の中に女の子がさーっと消えていくと。で、チャゲ&アスカはですね、それを手を振っていつまでも見送っていきます。まあね、いいお話に見えるんですよ。めちゃくちゃうまいですよね。で、女の子がですね、小さくなるまでカメラが追っかけます。で、最後、もうサビも全部終わって、伴奏だけでやってて、最後に、そして僕らはって小さく語るだけで、チャゲ&アスカの車がですね、止まるところでですね、このお話が終わります。で、カメラがずーっとひたすら向こうへ引いていって、この二人の車が小さくなるところでですね、フィルムが終わります。6分36秒ですね。ここから4秒ぐらいの黒みがあって、6分40秒で、お話が終わります。で、今話したのがレベル1です。女の子をですね、助けて空に返すと。で、女の子はですね、新しい世界の希望であって、飛ぶ時にですね、下を見下ろして微笑むのはまるで人間の愚かさですね。地球をこんな風にしちゃった人類の愚かさをまるで許すように微笑んでると。失敗しても諦めちゃダメと。時間を巻き戻して何度でもチャレンジしてっていうようなお話に見えるんですね。多分そのチャゲアスのコンサートでかかった時はもうこういうメッセージだと、だって前でチャゲアスが歌っててその後ろで流れてる映像ですから、やっぱ多分みんなそういう肯定的なものだと捉えるんですけども、まあこれが誰にでもわかるですね、レベル1ですね。次はレベル2に行きます。